ファイナルファンタジー10番にスフィアの形がいろんなところに現れるんですが、それはなぜでしょうか？現れるスフィアの中で最もストーリーに重要なものはこちらだと思います。このスフィアはエボン銃となったエボン召喚士が作ったものです。1000年前のザンナルカンドの民族と一緒に。なぜ水なんでしょうね。その説明はアーロンにお任せしたいと思います。普通の水じゃないのか？スフィアの原料となる水だ。人の思いを封じ、とどめる力がある。これだからこういう小さなスフィアは録画に使われるんです。だけどこちらのセーブデータのスフィアもそうなんじゃない？私たちプレイヤーが自分たちの旅の思い出をアップしてスフィアが封じてくれる。だったらこちらのスフィアもそうなのかもしれないんじゃない？だけどアップされているのが私たちの旅の思い出ではなくザンナルカンドの思い出。1000年前のザンナルカンド。エボンが住んだザンナルカンド。このスフィアの中でザンナルカンドが永遠に続く夢として破壊されず。だけど破壊された現実は決して変わらない。それにこのスフィアを作るために犠牲となったザンナルカンドの民族の命も戻らない。これがファイナルファンタジー10番の一つの大きなテーマを指すんだと思います。残念ながら祈り子たちは自分たちの悲しみをごまかしているだけなんだ。そのごまかしに命を捧げた。犠牲となった。そのテーマこそがこのスフィアの本当の意味だと思います。しかし、ザンナルカンドの悲しみから生まれてきたのはこの夢だけではない。真もそうです。そしてどちらもスフィアの形で紹介される。それはなぜでしょう？裏の意味があると思います。もし私たちが何かを失う怖さに負けてしまったら、自分自身を滅ぼすことになる。エボン召喚士はザンナルカンドを失う怖さで真を作り出した。そして実は1000年前にザンナルカンドを破壊したのはベブルではないんです。この怯えから生まれた真です。エボン召喚士が恐れたのがベブルのマキナ。そのマキナから逃げるためにザンナルカンドの夢バージョンを作ったんです。そしてその夢を守るために真を。真は無差別にエボンが恐れたマキナを破壊するのだ。そのせいで生まれてすぐマキナだらけのザンナルカンドを破壊したのだ。つまりザンナルカンドを破壊したのはベブルではなくてエボンの悲しみ、エボンの怯え、エボンのスフィア。ユーナの敵は真。真イコールエボンの悲しみ。つまりユーナは悲しみと戦っている。父さんの願いは悲しみを消すことだった。だがエボン銃も悲しみと戦っていると言えるではないですか。戦っているというよりも逃げてるんですね。失う怖さに負けてバラ色の夢に逃げている。水平線がパーって明るくなってく。バラ色って言うんだろうな。私たちも悲しみに襲われるときに同じ選択がある。ユーナみたいに立ち向かうか、エボン銃みたいにひとときの夢に逃げるかだ。ゲームの中ではスフィアなのかもしれないけど、私たちの世界だったらそのひとときの夢はどんな形を取るんですかね。ゲームを遊んでテレビを見て現実から逃げるか、嬉しい思い出に逃げて悲しみを忘れるか、お酒を飲むか。私がそうやってお酒を飲んだら一時的に悲しみを忘れることができるかもしれない。だが現実は決して変わらない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。私がお酒で作った凪説が終わる、悲しみが戻る、真が生まれ変わると同じようにね。悲しみに負けている私にそのお酒が救いの神に見えるかもしれない。たった一つの規模に見えるかもしれない。希望の光です。私の究極召喚。だけどこれはユーナの言う通り。究極召喚は何一つ変えられないまやかしなのですね。それでも悲しみが戻ったら、まだ飲んで、まだ忘れて、これが本物の悲しみの螺旋になります。救いの神に見えたお酒で生活、人生が崩れていく。こう思えば、このお酒かゲームかアニメが私の逃げる場所、私のザンナルカンドの有名バージョンでありながら、私を滅ぼすシーンでもある。だからどっちもスフィアなんじゃない？ザンナルカンドの悲しみから生まれたのは2つなのかな？それともその2つが本当は1つだと言えるかな？
ファイナルファンタジー10番の中で、究極書簡だけではなく、何回か同じようなまやかしが現れるんです。ルーカのブリッツの大会も、ユーナの結婚式も、ナギ説のようなものだと思います。これらをうまく使って、ガーンと一気にではなく、少しずつこの犠牲とまやかしのテーマがゆっくりと紹介されます。一つずつ見ていこう。まずはルカ。スピーラがブリッツを見るために集まる。悲しみ、真を忘れるためにスピアの前で集まる。観客はひいきのチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。これも小さなナギ説だと考えられます。犠牲だってある。ルーカのスフィアを守るために討伐隊が命を懸けて戦います。神と。でもスタジアムがあるでしょ。だから討伐隊の人たちが命がけでシンを追い払うの。現在のスピラが昔のザナルカンドと同じようにスフィアを使って悲しみを忘れる。討伐隊のことを考えてみれば、ユーナの運命がまだ知らなくても、ユーナの犠牲について考え始めることができる。これがテーマの紹介。続いて、このブリッツ大会はグランドスポンサーのエボンの提供でお送りします。だってこの方法がエボン召喚師の考え方じゃないですか。エボンの教えってやつはこの考え方なんじゃない？エボン召喚師に聞いてみれば、悲しみと戦うときにこういうごまかしの希望しか望めない。それこそが彼の悲しみに対する勝利。あなたの父も希望のため犠牲となりました。悲しみを忘れるために。彼のその考え方を信じる者たちがこうやって祈る。祈ってスフィアの形を手で作る。ティーダに聞けば、これはブリッツの勝利のおまじないって言うでしょ。ブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。エボンに聞いてみれば、真に勝つおまじない、同じことだ。ひとときの夢、現実は変わらない。犠牲はあり、もったいない。オハランダ大召喚師知ってますか？ワッカの憧れの。キーリカの寺院は大召喚師のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。旅に出るまでは彼はブリッツの選手をしていました。ブリッツボールをしてスピラの悲しみを安らげる。シンを倒してスピラの悲しみを安らげる。どっちも同じなのよ。彼もシンが戻らない可能性を信じて命を懸けたんじゃない？もったいないね。素敵な人の人生。私たちも同じ考え方の犠牲にならないようにしないとね。もったいない。ファイナルファンタジー10番はいろいろの中でティーダとユーナがこれを学ぶストーリーだと思います。このテーマについて考えさせるイベントはもう一つあります。それがユーナの結婚式。ブリッツの大会は喜びと犠牲について考えさせる。結婚式ではその犠牲がユーナになってしまう。パーティーのみんなはその犠牲に対する意見があるでしょう。だけどユーナの運命がまだプレイヤーに教えてないから、作った方々がその意見をストレートに出すことができない。結婚式をうまく使ってその意見を引き出すことができる。確かにスピラにとって明るい話題になるわね。でもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。ユーナはナギ説のために犠牲になってもいいのか？スピラの喜びのために結婚してもいいのか？覚悟ばっかりさせてごめんね。自由を捨ててるやん。その結婚式に考えながら旅の真実が出る。シンを倒しても一緒にユーナも死んじゃうんだよ。結婚式を止めることがこういうまやかしのための犠牲止める最初の一歩だと言えるのではないか。そうやって踏み出した道に続いてユーナレスコのところにたどり着く。ユーナは死ぬ覚悟をしていたんだ。だが本当の答えを見つけ出すなら必要なのがそっちの覚悟じゃないんだ。必要なのはそいつを捨てる覚悟だ。そいつなしで戦う覚悟が必要なんだ。父さんの願いは悲しみを消すことだった。忘れたりごまかすことじゃない。究極召喚は
何一つ変えられないまやかしなのですね。まやかしの希望なんかいらない。究極召喚を捨てる。ひとときの夢を手放す。そして残念ながらティーダを手放す。だけどティーダもそれを認めるストーリーだと思います。ティーダは祈り子の夢の中に生まれたものです。最初は、スピーダという現実からザナルカンドという夢に戻りたがる。逃げたがる。エボンジュと同じ考え方だ。スフィアが彼を呼んでいる。ティーダはエボン召喚師の代わりにザナルカンドの過ちを認めて手放す覚悟を決める。覚悟を決めろ。失ったものを思い出すのは時々でいいから。悲しみと戦うのは辛いことだと思う。だが、それから逃げるために命を捨てるか、人生生活を滅ぼすか、そういうのはもったいないと思います。ユーナみたいに人に囲まれて夢に逃げず迷わず進んで山を乗り越えよう。ダメだ、まとまらしねえよ。見てくれてありがとうございました。いいねしてくださいね。とにかく元気で暮らせや。そんだけだ。じゃあな。